はい、こんにちは、増田です。今日はアジアのデザインの話をしましょう。なぜこんな不思議なところに立っているかというと、ここにフローレスの神様がおられるのでご紹介したいと思って、ここにいます。この人はインドネシアの東のバリ島のさらに東のフローレス島というところから、わざわざ来てくれて、ここでいつもうちの事務所を守っててくれる神様なんですね。これ人毛でできてます。で、今日はですね、アジアのデザインなんですけども、そもそも私は日本の、高度経済成長期からバブル期にかけてずっとデザインの仕事をしてきたわけですけども、その中でですねやっぱりずっとヨーロッパを見ていました。あるいはアメリカもなんですけども、特にヨーロッパの連中と行き来が、ありまして、で途中から、サステナビリティというようなことで、ほぼ同時にですね、ヨーロッパの連中と我々が動き出して、そして、それからもう随分なるんですけども、1980年代90年代頃はですね随分欧米を行ったり来たりしていろんな国に行ったんですけども、その中で中国と韓国はね、あるいは台湾、香港、シンガポールぐらいはこの行き帰りに行ったり、わざわざ訪ねて行ったりしましたが、なかなかそれ以外のアジアの国に行く機会がなかったんですね。で2011年の震災以降ですね、もうこれははっきりと分かったことなんですけども、日本だけでサステナブルな国を作ることはできないんですね。我々資源も何もないんで、ものづくりも、あんまりうまくできないというのが本当のところです。でこれからはですねやっぱり近隣のアジアの人たちと一緒にちゃんとした地球環境を作っていく、そのことにデザインも協力しなきゃいけないなと思い始めて、それ以来ASEAN の各国によく行くようになりました。で特に、インドネシアはね中でも私の古い友人がおりますので、何度も行って一緒に会議をやったり、国際会議ですねやったりしてるんですけどもそのシンギ・カルトノっていうのを、今インドネシアでは、ほぼトップの素晴らしいデザイナーで、彼の仕事を通してですねちょっとアジアのことを考えてみたいと思うんですけども、シンギは、インドネシアでもジャカルタの都会のデザイン事務所で仕事してたんですけども、いろいろ考えるところがあって自分の生まれたジャワ島の真ん中のですねテマン郡という山の中の村に帰ります。そこで起業するんですけども、でそこで何を作り始めたかというと実はその村はですね、その周辺の山がどんどん伐採されて丸裸になっていたんですね当時。でそれはもう日本の企業が日本で使う紙だとか建材だとかの原材料としてインドネシアのその木材を調達してたので、そういうことが起きてたわけです。でそれを彼は見てですね非常に悲しかったんですね。かといって、当時その地域の人たちも普通にいっぱい生えてる木を切り倒して売ればですねいくらかのお金になるわけで、それならばということでどんどんやっちゃってたんですけども、で彼はそれに対してデザインでですね何かできないかと思ったんですね。で、例えば木が1本立派な木が1本あります。それをそのまんまその資源として売ってしまえばそれきりなんだけど、それを使ってですねいろんなものを作ってみたらどうだろうかということで、木製のさまざまなものを作り始めたんですね。で、インドネシアもそうですけどアジアの国にはまだ手工芸の、歴史が文化が残ってますから、自然素材を使ってものを作るということは普通にやられてるんですけれども、彼はですねそれを工業的なデザインを学んでたということもあって、もっとある意味で、インダストリアルなですね、商品として、活用できないかと考えたわけです。で、ここにいくつかありますけれども、
これを見ていただくとですね、大変素晴らしいということが分かります。少し見ていただきたいんですけども、これは小さなステップラーですけども、いわゆるローズウッドですねの色違いをうまく合わせてきれいなパターンを出しています。でこういうものも衣装的には考えつくかもしれないんですけども、これだけの精度を出してですねきちんと合わせてあればとても美しいんですね。なかなかこれは難しいと思います。特に工業的にやろうと思うと金型がどうとかですね、いろんなことが出てきてしまうんですけども、熟練の技ですね。彼らにとっては、この腕の見せ所というところだと思います。非常に綺麗ですね。はい、これはカッターですけれども、同じ素材なんですけども、使い方を変えてですね、非常にシンプルに、直線的な平面的な、表現ですね。で精度感をきちっと出してます。でただその素材の持ってる温かみっていうのかな、でそんなものはちゃんとキープされてるんですね。非常にうまいです。これはルーペですけれども、この動きがですね非常に綺麗なんです。こう開いてきますけれども、何の抵抗もないようで若干のなんていうのかな、擦れ感があるんですね。で、開いて止まってしまってピタッと収まります。でこういう看護部分の加工の見事さですね。でシンプルなんだけどもディテールによってですね、この味わいというか、造形の面白さを表します。ちょっとしたとこですけどね。でこの辺りが、自在にできるんですね。これは素材の良さであり、デザイナーの腕ということでしょうね。スピーカーですね。オーディオスピーカー、非常にシンプルな造形ですけれども、これにはパインを使っています。この明るい色がパインですね。こっちはローズウッドですけれども、ストイックと言ってもいいくらいなんていうか単純な形なんですけれども、それだけにこういったですね合わせ目の精度っていうのが非常に効いてくるんですね。全く同面です。でこういうディテールの仕上げですね、コーナーエッジの処理、この辺もお見事です。でなおかつ、この平面の良さっていうんですかね、ピタッと収まってくるこの全体の造形が非常に魅力的ですね。仕上げとそして可動部分の精度で、テクスチャーですね。木の持っているテクスチャーをそのまま生かして魅力的な製品に仕上がっていますけれども、オーディオ的にも非常にいい音がします。真偽はですね、それ以降スペダギという村を活性化していく、元気づけていくための社会運動を立ち上げますけれども、その中で作り上げたのはスペダギのバンブーバイクという竹で作ったフレームを持った自転車なんですけどね、これも素晴らしい商品で、これについてはまた改めてお話しする機会あると思いますが、で、その仕事、彼の仕事を通してですね、つくづく思うんですけれども、我々は、今更ですね、自然素材を活用して工業的なものを作るということに対してモチベーションも技術もあまり持ち合わせてないんですね。ところがアジアの連中は、ちょうどその端境期にあって両方とも手に入る状態にあります。日本が工業的に進出していってさまざまな工場を作り、そこで技術も輸出していくわけで、そのノウハウ、新しい技術を持っていると同時に自然素材を活用したものづくりの文化もまた色濃く持ってるんですね。で私が着てるこれなんかもタイの、一村一品運動の成果で、私気に入ってるんですけども、決して安いものではないんですけども非常によくできていて品質もですね、で自然の愛で染めていて、長く愛情を持って着ることができます。でこういうものをですねこれからも作っていくと、その中から新しいデザインですね、我々がどっかで切り捨ててしまった
ハンドクラフトとインダストリーデザインの溝を埋めるようなですね、新しいデザインが育ってきて、それが非常にサステナブルであるということがだんだん分かってきています。日本のデザイナーもですね、私も含めて彼らに習うこと、追うことがたくさんあると思うんですね。ですので、そういうつもりで謙虚に、一緒に考えていくようにしたいと思っています。じゃあこれで今日の話は終わります。